雨やね。雨やね。ちょっと弱まった気がするけどね。うん。誘惑が多いですね。腹減ってきた。バナナバドワイザーかな。これ食おうぜ。先行してこれ食えるじゃん。うん。ゲット。袖ヶ浦海浜公園。だっけ。駐車場が何個かあるんだっけ。そうそう。今日はなんと最後のボンゴ車中泊の日です。最後になってしまいました。シードしようか。うん。あ、やっぱ K に比べるとだいぶ広いね。まあベッドがある分高さはないけど、何にもないエブリィの時に比べて。ここ最高じゃん、この公園。うん。初めて来たけど結構いいね。今日は袖ヶ浦に来てて、というのが明日東京方面に向かうので。最後のボンゴちゃんだからね、これおしゃれにこれで決めようぜ。あ、いいね。やべえ、電池1個しかねえ。そのね、アンカーさんは満タンになっていて。だって今日はボンゴ最後だからね。いやなんかまだ信じられない。私実感湧いてない。ホタルイカ今旬なんだって。あ、そうなの？ホタルイカすくいとかだってこの時期だもん。そっか。俺がやりてえって言って一回もやってねえよ。シャキーン。あーうめえ。ちなみに覚えてる？ボンゴで初めて車中泊した時もバドワイザー飲んでたんだよ。あ、思い出した。なんかハイネケンかもしれないけど。いただきます。うわ、いる？食べる。うまっ。やばくね？うん。あ、これでパスタを作りたいです。これ一瞬でなくなるわ。 1.5 合食べるかな。食べる、腹減った。見て。うまっ。あ、ねえやばい。え？給水してくんの忘れた。ある、残りのがあるって言ってなかったっけ？そういう意味ではなかった。残り？なんか前の残りの飲み水の話。飲み水の話だったなあれ。前の残り？前の残りがあるって。あ、それ飲み水の話だ。すみません。まあこれいいんじゃん、洗わないでも炊けんじゃん。うん。早速認識の齟齬が大丈夫かな。これだけ水？飲み水はこんだけあるの。ああ、洗い物しなくていいじゃん。じゃあ水道の水の給水を忘れちゃったの。いいんじゃない？うん。今日一泊だし。そうだね。もう洗わずに炊いてみるよ、これを。洗わなくてもいけるっしょ。いけるよね。ちなみにボンゴのバッテリーさんは満タンですね。 99.4%、 13ボルト。米を炊こうじゃないか。ソーラー充電はねまだ復活させてないんだけどね走行充電のみでやっております、もう全然問題なくできてる。まあ親父に渡す時に直そうと思って工具とかも全部持ってきてる。ニューアイテム。これさ、うんダイソーで買ったんだけどさ。ダイソーなんだ。ここね、玉ねぎをね入れるでしょ。これノラさんが使ってて俺気になってた。あ、本当？じゃあ俺これやってみたい。やっぱやんなくていいや、見てるわ。オッケまあ、やったことねえから。いくよ。うおー、すごいね。気持ちいいよこれが。
これもしかしてさ、北海道でシューマイ作る時とかこれあったら最高だった。もう一瞬でできる。めんどくさいもんね、あれ包丁でこれパンパンやるのね。なかなかめんどくさい。それがこれだけでできるといやーってこうやります。やっぱやりたくなってきた。結構軽い。そうそう。あ、最初が重い。あ、そっか。結構もう今結構切れてるから。すごいねこれ。革命じゃね。革命。てか考えた人天才やね。すごいよね。うお。ほらー。これあれで二郎のやるときこれでニンニクやったらいいんじゃない？今日はね思い出のメニューを作ろうと思って、ハンバーグです。ハンバーグ。床と内装ができて初めて車中泊に行った時、鹿肉のハンバーグを食べたのね。戸沢の出会いでね。そう戸沢の出会いに車中泊行った時、神奈川の山奥のところ、電波届かないとこ、食ったね。そう、その前に全くガランドの状態でも行ったりしてるんだけど、なんかちょっとある程度できてから行ったのはそれが初だったから、結構思い出深くて、このビニールの中にお肉とか入れて骨の作業をこの袋の中でもみもみしてやっちゃう。ちなみにボンゴちゃん今絶好調だからね、手放すとはいえ。そうですね、この絶好調のボンゴちゃんを俺の父ちゃんが車中泊してって言ってるから、ちょうどじゃあそれだったらボンゴを譲って、俺らまた違う車をチャレンジしようかってことになってるからね。はい。デメリットは唯一は燃費が悪い。あと私坂道がちょっと苦手っていうのもあるかなと。そうね。失速がすごいもん。坂道に入った瞬間の失速が。パワーがないね。あそこがまた可愛いんだけどね。ただ走破性は最強だから。最強。ちなみにここはね、ビール置きとして設計したから。そうだった。ここね、ボンゴのこだわりポイントとしてはこの鉄板をすべて覆っておる。こう布で。こうすることで結露が防止されます。いいですね。鉄板はもうねマジで敵なんでね、結露の。窓はもうどうしようもない。窓はしょうがない。それ以外はもうほぼ全て覆ってある。ここだけはもうちょっと出ちゃってるけど、さすがにこれは無理だけど、他はもう全て。玉ねぎ入ります。綺麗に切れてるよ。玉ねぎニンニク入ります。それダイソーで300円。300円。もう一回り大きいサイズだと500円。周りについたのを取るのがちょっと難しいけどね。そうだね、これはちょっと至難の技。柔らか。爽やかじゃなくて。そう。あと1個になっちゃった。イカ。1人2個できるこれ、もしかして。だけどちょっと大きく作りすぎた。炊飯器が炊き上がって保温になって、バッテリーはね 95% になります。96%。換気扇入れます。ついてなくね？ついてる、回ってる。弱くしてるから。こんぐらいかな。換気扇ね、このキッチンの調理台の真上に来るように換気扇をつけた。これが油跳ね防止カバーをつけてます。無理やり入れると。美味しそう。これやばいね。香ってきた。ひっくり返してみようかな。そろそろ焼き色がついてると思うんですけど。いい。こらよかばい。サラダつまみ食いしたでしょ。お腹ついたね。この米大丈夫？洗わずに炊いた米。なんかべっとりしてるような気もしないでもない。大丈夫かこの米は。あんま美味しくない。美味し
しくない。あんま美味しくないよねこれね。はいいいぞ。いいね。はいいいよ。これを焼かないかんからもう乗せちゃうね、このサラダに。あ、オッケーオッケー。トッピングこれプレート、プレート。ハンバーグプレート。すっげえうまそう。これはケチャップではないんだ。あ、トマトピューレです。トマトピューレっていうんだ。食べる？食べよう。なんかめっちゃうまそう。めっちゃ美味しそう。うん、どうぞどうぞお召し上がりください。いただきます。めっちゃ腹減ってるからね。私。うまっ、超うまい。やったー。これね、これ爽やかと匹敵する。嘘。柔らか。爽やかよりうまいと思う。マジ。柔らか。やっぱ米が洗わないとダメですよね。うん。うわーってなったもんね。海子たまに豆腐ハンバーグも作るよね。うん。あれもうまい。イワシのすり身&豆腐とかも。これはね、ボンゴちゃんも喜んでるよ。こんなうまいハンバーグね。ボンゴよ。ボンゴの喜びの声が聞こえるわ。ボンゴありがとうね。米はちょっとまずいけど。焼きたてのハンバーグいる人。ははい。ねい。えねえ、その汁さ、欲しい。あ、汁をサラダにぶっかけたい。うんうんうん。もうそれぶっかけてくんね。ぶっかけるね。うんうん。あざーす。ハンバーグって何歳になっても好きだよね。100歳になっても噛めるこれ。そうだ。うん。海岸が見える。うん、綺麗だね。頑張ればなんか看板まで見えそうじゃん。そこまでか。あ、見えそう。見えそう。びちゃびちゃやん。油全入れしたから。そう、あなたが言ったんですよ。このシンクもすごい広いからね、このね、お気に入りポイントとしてさ、こういう大きめの鍋でも余裕で洗えるサイズのシンクをつけてるんだよね。極力大きいのにしようって言ってたからね。そうそう。驚いたことに拭きだけで完璧に綺麗になった。素晴らしい。パツオが収まった。俺はここじゃないときついわ。雑魚このクッションの上に俺が収まらないって。でもさ、雑魚は大丈夫な計算ではあった。クッションを計算に入れてなかった。ここだったら大丈夫。ここでちょうどいいよ。なるほど。クッションなしのこの木の板。何が始まるのかな。本気のフレンチトーストをね、最後締めようと思って。あ、いいね。明日の朝本気を出すために今仕込む。結構ねコメントでいただいていて、前日に漬け込んでおくと中まで染みる状態になるよ。俺いつも直前にやってて、しみしみに。キャラバン肉だったじゃん。でボンゴ買った理由がそもそも雪山仕様にして攻めてっていう、うん、で4区のボンゴを選んだの。買った直後に大雪の予報が出て、ちょっと試そうぜっつってじゃん、湘南からさ道志村って近いからさ、急遽だよね。急遽今行くかみたいなね。そんな感じだった。本当。完全にノリ。ガランドのさもう鉄板の買ったまんまの状態のボンゴでさ行ったんで、あれすごかったね。いきなりね。いや、あれすごかった。結構びっくりした。あそこまですると思ってなかったから。改造する前にそのありのままの状態で車中泊試すってのは俺結構いいと思った。そのおかげでさ、なんか全体の広さが分かるしさ、どういうレイアウトにするかとかうん、考える上でも結構いいよね。夏の戸沢の出会いだな。
四駆で悪路を走るっていうのは楽しい。あの時の動画見返してもなんかすげえ楽しそうだった。俺ら戸沢の出会いに行くまでの道が結構すごいんだよね。すごかったよねあれね。すごかった。ちょうど俺昨日見返したんだけどその映像、あそこはちょっとでもまた行きたい。行きたいよね。ボンゴの思い出。北海道じゃない？冬の北海道。去年の冬か。ボンゴとカブで行った北海道、夏の北海道も良かったけどまあでも去年の冬の方かな。なんでかというとボンゴで2人で長旅ができない説があって、俺らの中であった。発狂するんじゃないかという、狭いから、この中で2人で長期間旅をしてるとね、やっぱキャラバンだと大丈夫だけどボンゴってだいぶ狭いからダメだろうって思ってて、でその前になんか試したんだっけ、 2,3 泊。そう 2,3 泊試して、あ意外といけんじゃんってなって、それで北海道行ったんだよ。あれ何泊したんだっけ？かなり行ったよね。結構行った。1週間以上は行った。いや2週間ぐらい行ったと思う多分。あれそんな行った？全然大丈夫だった。10日間ぐらい行ったか。その時が過去最高の寒いところだったんだよ。そう陸別でマイナス28度とかね。マイナス28度とかもありえんよ。結構やられたんだよ。やられた。寒さでドアが閉まらなくなり、水道管のチューブが凍って水道使えなくなったりとか。俺ら散々さ、キャラバンではさ JAF のお世話になったじゃん。なった。 JAF とか自衛隊さんに助けてもらったりとか。もうすみませんって話なんだけど、ボンゴさんはその点ねピカイチの優秀さでね、なんと3年間使い倒してスタックゼロ。なんかまあそれが普通なんだろうけど、私ら結構いろんなところに行くからキャラバンではねちょっといろいろやっちゃっててね。やっぱそこは肉と四駆の違いがやっぱ鮮明に出た。ボンゴ買った時知らなかったんだけど、後からコメントで知ったんだけど、ボンゴの四駆ってなんか直結の最強のやつらしいの。パートタイム四駆ってそうらしいんだけど、四輪が全て同じ回り方するの。とりあえずすごいらしい。なんかそのまま四駆で乾燥路面走ったらぶっ壊れるらしい。負担がかかって車体に。そこはもう本当に頼もしい。ボンゴさん買ってよかった。39万円で39万円だよ懐かしいよね。懐かしい。なんだっけ、そんな値段の車あるんだって思ったもん。厚木のマッカーサー。そう、マッカーサーというなんか癖の強い名前のすげえ懐かしいわ。定期点検記録簿揃ってる。でオイル交換もちゃんとしてる。で下回りも結構綺麗、エンジンも綺麗、天井も屋根も錆びてない、完璧な状態だったんで、まあ中は汚くて臭かったけどね。タバコ臭い、でそんなもんは全部取っ払って洗えば消えるからっつって買ったんですよ。最高の買い物をした。結果良かったよね。良かった。で次 DIY で大変だったこと。DIY で大変だったことすごかったよね。俺らこれ結構、毎回河原に行ってさやってたの、今思ったらすげえ大変だったなって思った。家の駐車場だと近所迷惑になるからさ、DIY とかさ工具とか使うもんね。そうでさ、結構 DIY ってさ絶対思った通りにいかないじゃん。そう、今日ここまでやろうって思ってもその 10% で終わったり 30% までしか進まなかったりとかあるし、これ足りねえからホームセンターまで行かないとみたいなある中でさ、準備して現場に行って作業して夕方までに片付けて帰らないといけないみたいな、それでこのボンを仕上げたのなかなか大変だったよね。朝家を出てなんか弁当を買って行って朝作業してお昼弁当休憩で午後作業で夕方暗くなるからもう帰んなきゃみたいな。なんだっけ一国のさホームセンターロピアみたいな。ロピアそうホームセンターとなんかスーパーがつながってるところがあって、そのスーパーでお弁当買ってだいたい平塚の相模川の河口の河川敷か寒川の相模川の河川敷かだったの。寒川の方だったら虎そばとかよく行ってた。昼飯食べる。超懐かしいわ。懐かしい。片方の河川敷入れなくなったよ、寒川の方だと。あっち平塚の方が入れない。平塚の方か。あとね DIY で大変だったのはFF ヒーターだと。なんだかんだいろいろやったよ。散々キャラバンで打ちのめされて、ボンゴではすんなり行くだろうって思ったら、まず到着した時に不良品だったからね。なんかさ、ファンが詰まって回らないみたいな、結局削ったんだっけ、開けて分解して直した。でその後の装着もかなり大変だった。
スライドドアのステップのところにつけたんだけど、ステップの鉄板がなんかミルフィーユみたいに30、40ぐらいに鉄板が重なってて、そこを貫通させて装着みたいなの結構大変だった。あとソーラーパネルだね。ソーラーパネルね、最初1枚でバンってつけてたんだよね。そしたらそれがちゃんと発電しなかったね。定格200ワットなのにすげえ晴れてても何十ワットぐらいしか出なくて、そうなんか安いよくわかんないメーカーのパネル買ったんだよね。それダメだったん俺らさ、ソーラーパネルベタ付けしてんじゃん。もう二度と剥がれないぐらいの感じに。それを剥がして付け替えるのが大変だった。カッターで無理やりひっぺがす作業、あれだけで半日ぐらいかかったの。とりあえずね DIY 楽しいっちゃ楽しいんだけど、膨大な時間と労力がかかるから万人におすすめっていう感じではないよね。しかも結構動画でお届けしてるやつははしょってるから、結構はしょってる、編集でね、から全部1から10まで見せちゃうとね、本当にね長くなっちゃうからね。単純作業ひたすらやってる時とかあるから、このラウハル貼ってますみたいな生地貼るのが大変。もうこれ本当に、もしもう一台新しいのやるってなっても最初は億劫だと思う。やり始めるとなんか没頭しちゃうタイプだから、多分やる、なんかやりたいなとは思ってる。そうだね。俺はあんまボンゴ一人では使ってなかったけど、海子がめっちゃ使ってたじゃん、海子旅で。それで大変だったことはある。公道を普通にこう走行中いきなりボンゴが停止した。もう壊れて動かなくなっちゃって、ガダンって。いや信号で止まったんよ。そして信号青になってまた行こうって思ったら動かなくなった。エンジン止まった。エンジン止まってもうかからないし、えってなって、それがなんか一番やばかった。一番のピンチ。しかも結構交通量あるところでそうなったから本当にやばくて、バッバッバーみたいな鳴らされて、近くにちょうどおまわりさんが通りかかって、でそれで交通整理とかしてもらって本当にありがとうございます。あ、呼んだんじゃなくて通りかかったんだ。そう、呼ぼうとして電話してたら、来たと、ちょうど通りかかったと。しかもその時達夫が迎えに来てくれたんだよね。ああ、勝浦の方だったね。そう、勝浦の方でそうなっちゃったんだけど、その時は湘南に住んでて、で達夫は実家にいて、確か実家にいたの。それでね迎えに来てくれたんよ。それでもうよかったとか思って、もう結構私ボロボロで、でその後ねセブンに寄ったんよね。なんかそしたらなんか間違えて黒のハイエースの助手席開けちゃったの。違う車に入ってたね。似てる別の車開けて、ガチャって開けて、なんか全然知らない人が運転席にいて、その人もなんかこいつ誰みたいな感じでってなってて、いやなるでしょ。そう本当に申し訳ございませんという話なんだけど、本当にびっくりさせてごめんなさいなんだけど、でもその人視聴者だったらしいよ。視聴者さんだったみたいで、海子ちゃんだったよねって後でコメントしてくれて、マジでありがとう、本当にごめんなさいって言ってじゃあボンゴのこれいまいちだった点。燃費だね。あとね、維持費の点で言うと10年落ちぐらいで買ってトータル13年経ったの、その新規登録の時点から。そうすると重量税がね去年から上がったんだよ。重量税が年間もともと1万2000円ぐらいだったのが1万7000円に上がった。年間の維持費も上がってきてる。であとメンテ代が、ちょいちょいやっぱ消耗品の交換とかが毎年出てるから、定期点検で見てもらってる時に先週ぐらいに最新の車検やったんだけど、整備代が6万4000円とだったっけ。そのぐらい。下回りのゴムの部品にひびが入ってて変えてもらったりとかね。いろいろあるよね。いろいろある。でね、車検もちょっとギリギリ通る感じ。今ライトなんかライトが暗いとか言われてねライトの光量が足りない今の法律だとロービームで落ちてもハイビームで検査通れば一応車検は取れるので、今回はそれだったギリギリ右のロービームが光量足りなくて、でハイビームで通ったんだけど、で俺その後オートバックス行って LED にしたの、電球を。でそれでオートバックスで検査してもらうと、それでも光量が足りねえって言われて。どういうこと？曇りすぎてる。ガラスとレンズがそこかいみたいなね、結構磨いたんだよこの前。それでもこれだからヘッドライトごと変えないとダメかも。磨くとかいう問題じゃないみたいな。今後について維持費とかがちょっと上がるっていうのはあるけど、全然現役でバリバリ走れる車だから、これ今14万キロ走ってんのかな。多分20、30万キロぐらいは多分いけると思うよ。快調ですね。俺の親父に譲ることに
なってます。なんか俺がキャンピングカー作ろうと思ったのを、昔家族でさ、親父がキャンピングカー買って、でなんか家族で北海道回ったりとかしてて、そういう経験がなんか元になってる。でそのキャンピングカーはこう前になんかディーゼル規制みたいのがあった時に対応できなくなっちゃって廃車にしたのね。思い出のキャンピングカーが。でそれっきりなんか親父的にはいろんなとこ行きたいっていう思いがあったけど、あんまり行けなかったらしくて、まあ、それだったらボンゴいる？おう、今日俺寝るの遅いわ。なんで？リバプール対チェルシーがある。ああ、言ってたやつか。12時から。ママジで最後だと思うよ、このベッド展開が。夕飯もさっきのが最後だったってことか。いつもここがね、金具が硬いんだけど、今日スムーズにいったぞ。領域展開とか言ってたよね。言っとった。あの時。あー最後なのか。バッチリ。バッチリフラット。ね、テーブルとこの木の板でここはねフラットになるわけですよ。助手席にほっぽってたこれをファイナルベッド展開。クッションとかも手作りだもんね。そう、滑らないように生地変えてるもんね、スウェード調の生地を使ってます、裏側を。でここは何年製のコーヒー。いつもここにこまごましたのをさ、ケースに入れて置いてたんだけども、出してしまった。今日はないね。棚の上の収納かなり有能。これインフンだ今。踏んだね。収納が有能。ねえねえ、すぐ一つ思い出した。さ、はい、実は初期はここにもう一個棚があったんだよ。あ、ここに棚あったね。そう。これがその名残かな。名残。この穴。ネジ穴。そう。でもね、なんかね、そこ出るとき毎回頭ぶつけよったし、意外と使ってなくて、なんかもういらんってなって。ここになんか大きいものを置く需要があったからね。それ邪魔だったんだよね、ここに棚があると。アップグレードを重ねております、ボンゴさん。したよ、本当に。でも今は完全体。絶頂期で手放すっていうのは結構俺素晴らしいことだと思う。寒い時期だから最強の寝袋で。マイナス8度までだ。なんだっけ？マイナス8度まで快適に過ごせる。マイナス20度ぐらいまでギリ限界。もっと強いのもある。ちなみにこのなんかグレーのやつ、ファーの量、ダウンの量。俺は12時からサッカーの試合があるから、あ、そうやったね。ファイナルお休み。ファイナルお休み。すんげえ風強い。おはようございます。おはよボンゴ最後の朝。なんかすごい風だよ。雨は止んだかね。雨止んでる。あ、綺麗。風はね、昨日より強くなるっぽい今日。あ、本当、もうゴーゴー言ってるもんね。なんかさ、雪山見えんだけど、あそこ。なんてありましたっけ？なんで袖ヶ浦から雪山が見え、あ、富士山だ。おー。ただいま。総合展開完了しました。ナイス。昨日の試合がとんでもなかったわ。何時寝たの結局？3時。延長フルタイム。リバプール劇的勝利。しかも遠藤フル出場だったからね。あ、そう
とんでもないことだよ。なんでそんな中途半端に。また戻しやすいよ。ついた。十分に熱してね。最後のフレンチトーストができたからね。最後のっていうとなんか牛乳うまい。意外と染みてない。なんか私思ったんだけど、牛乳をもうちょっと増やしたら水分が多いからその分染みるんじゃない？俺これ前もこれこうなった記憶ある。そういえば思い出した。これはね、残念ながら30点です。マジ？30点なるほど。